ろみです。今日も一日お疲れ様でした。今日はですね、マシュマロ質問箱に届いたお悩みに、乗らせていただこうと思います。では早速読みます。ひろみさん、こんばんは。今年に入ってひろみさんを知り、それから寝るときにいつも聞かせてもらっています。特に今年に入って寝れない時が多くて困っていたので、ひろみさんの動画はとても寝る手助けになっています。私は今大学生で、今年の秋からイギリスに留学するため、現在ロンドンで隔離生活をしています。イギリスに到着してから隔離のためまだあまり人と喋っていませんが、人とのコミュニケーションの中で私の英語力のなさからたまに嫌な顔をされる時があります。空港にいた人やデリバリーの人はとても優しく、短い会話でも気持ちよくお話をすることができましたが、ホテルの受付の人たちがあまり親切ではなく、喋る前からわからないというような反応をされます。特に今までずっとアメリカ英語に触れてきたので、イギリス英語が聞き取りづらく、コミュニケーションがあまり取れなくて自分にがっかりしてしまいます。隔離生活が終わると大学の寮に入り1年間生活していくので、フラットメイトの人たちに言語の壁で嫌な顔をされないか心配です。また、私の寮では男子5人、私を含めた女子5人の10人で、自分一人の部屋はあるものの、キッチン、トイレ、シャワーが共同なので、今までそんな経験がなく、言語の壁もあるので、やっていけるかとても不安です。長くなってしまいすみません。行くまではやる気満々だったのですが、隔離生活で考える時間が多くなり、急に不安になったので送らせていただきました。ひろみさんの留学経験などからアドバイスをもらえると嬉しいです。いつも最高の動画をありがとうございます。私は特に雑談の動画が大好きなので、これからもひろみさんの無理のない範囲で動画を投稿していただけると嬉しいです。ということで、メッセージありがとうございます。ちょっとね、ご相談いただいてから数日経ってしまったので、遅くなってしまってすみませんでした。このメッセージをいただいた時から私ずっと考えていて、というのも私は留学経験はありますが、イギリスではなくてアメリカだったし、あと大学には通ってなくて語学学校に通っていたんですよね。でもう一つ決定的に違うのが、このコロナ禍ではなかったっていう、私の経験をもとにお伝えしたところで何が伝えられるかなとか、どうね、どう言ったら少しでもこの方が楽になるかなとかね、いろいろ考えてて、夫にも相談してたくらいなんですけど、今日は私の言葉だとまだまだ全然足りないと思うので、ぜひこの動画を見ている皆さんからもこの方にアドバイスないし温かいエールをね、ぜひ送っていただきたいなと思います。よろしくお願いします。で、まず一つに、このコロナ禍の状況でおそらく自分の夢をね持ってね、自分の意思でイギリスに渡ったっていうことがものすごいことだなと尊敬します。すごい怖いねってね思う人もいると思うし、全然今までの常識とか日常とは全く予想がつかないことがね起こりうるであろうって
っていうような状況で海を渡ってくるっていうことがまずすごい決断だなと思うし、ものすごい行動力だなと思います。個人的にはそこまでできるあなたであれば何も心配することはなく、絶対に充実したイギリス生活が送れるんだろうなと想像はしています。だけどおっしゃる通り、その不安ってね、やっぱ考える時間が増えれば増えるほど生じると思うんですよ。で、最初の方に書いてありましたけど、英語力のなさから嫌な顔をされるっていう風に感じるのは本当にあるあるだと思います。観光客ではなくて住む人間として行った場合、観光客ってね、お金を落としてくれるし、どこ行っても大体ね喜ばれると思うんですけど、でもそこで生活をするとかなると全然やっぱり話は違って、いろんな人がいるんですよね。空港の人とかはそういう外からやって来られる人にね慣れてるから優しくとか拙い英語でも理解をねしようとしてくれる。だけど一歩街の中に入ったり学校以外のところで関わってみると、あれ習った英語すら伝えられない、伝わってないじゃんとか、あれ先生より何万倍も喋るの早くて全然わかんないとかね、そういうことがざらにあると思うんですよ。で、ホテルの人も受付の人たちが親切でないっていうことは、このご時世だからホテルも多分経済的にちょっと厳しいところがあるのかもしれないですね。なんか余裕がないっていう状況があるのかもしれないのかなってちょっと思ったんですけど、まずなんか最初に空港にいた人とかデリバリーの人たちと短い会話であっても自分が気持ちよくお話ができるっていうのはなんかすごいなって思います。で、最初行った時はろくに喋れなくって、なんか知識はあるんだけど出てこないし、その場に応じた単語がわからないしっていうので、なんかね本当にね何にも喋れなかったっていう記憶があるので、なんかそこで喋れた、気持ちいいな、楽しいなっていう感情が少しでも芽生えてるっていうことは、おそらく事前にたくさん準備をして勉強して、ある程度英語力っていうのはもうすでに終わりの方なのかなというふうに思いました。まずそこで自信を持たれてもいいのかなと思います。で、そうで、アメリカ英語に触れてきたっていうのは、日本の勉強、英語の勉強って大体ね、アメリカ英語でびっくりするくらい違いますよね、イントネーションが。私もアメリカから帰国して、その帰国したてって一番英語できるし、その後に帰国してすぐ就職した会社ではあんまり英語喋れる人がいなかったので、英語のね、イギリス人とかアメリカ人とかオーストラリア人の、こっちがクライアントさんなのかな、会社の人とね話すときにちゃんと会話できるっていうのが楽しかったし嬉しかったんです。だけど一人、すごい友人としても親しくしてたイギリス人の人の英語が最初に何言ってるかさっぱりわからなくて、イギリスのね英語ってこんなに違うんだって衝撃を受けました。で、その後見た映画も今まで字幕ばっか追ってたから、あるいは聞き取りもハリウッドのアメリカ英語ばっかり聞いてたから気づかなかったんですけど、私が大好きな映画の一つのホリデーっていうね映画もイギリスとアメリカが舞台なんですけど、もう完全にイギリスなまりでめちゃくちゃ聞きにくいんですよね。なんか映画でもねこんなに違いがあったんだなとか思って、ただ個人的にはイントネーション結構好きで習得したいなって思ってる発音の一つなんですけど、この前不思議の国のアリスっていうディズニープラスに入ってる映画を見たらイギリス英語だったんです。だけどやっぱりアニメだから分かりやすく言ってて、それは聞き取れたんですよね。だからいかにアメリカ英語をもともと聞いてて勉強した人がイギリス英語に
慣れるまで時間がかかるかっていうのはもう容易に想像ができるし、ましてやそれがアニメとか映画ではなくて一般のねもう人たちじゃないですか。おそらく他の訛りも入ってるでしょうし、日本人だって何言ってるか分かんない人いるじゃないですか。そういう中で聞き取れないっていうのはもう本当にごく当たり前のことだと思います。だからそこで落ち込む必要は全くないです。いつかね冷たくしてるわけじゃなかったかもしれないけど、その対等にね喋れなかったなって思ったホテルの受付の人と帰国するまでには対等に喋れるぐらいの予定でねいらっしゃれば、あなたなら絶対大丈夫なんじゃないかなって文面を読んでて私は思いました。だけど今一人で隔離生活を送っていて、こんな本当に何がどうなるかわからないようなねご時世で不安になっているっていうのは本当にね想像しただけでねよく頑張っていらっしゃるなーってね、ちょっと私がすごくなんて言うんでしょう、胸がキュンってなるようなそんな感情に今おります。だからこのねメッセージいただいてすぐ答えたいなって思ったんですけど、私の中でどうお伝えしたらいいかっていろいろ私も考えちゃってちょっと時間がかかったんですけど、でももうここにいる時点で本当にすごい英断をしているし勇気があるし行動力があるから、そこはもうね自分をそれだけでも褒めてあげてほしいなと思うんですね。でこれから始まる寮生活ってめちゃくちゃいい環境ですよね。絶対に多分最初の 2,3 ヶ月は授業でも何言ってるか分かんないなとか、友達じゃないかフラットメイトだって、どんな人がね来るか分からないじゃないですか。どなただったかな、ブルーハーツの方だったかな、昔 YouTube でねなんで学校に行かなきゃいけないのかみたいな誰かからの質問に対して歌手の方が答えていらっしゃったのが、電車に乗った時にね乗客みんなと気が合うなんてありえないでしょと、でもおとなしく喧嘩をしないで次の駅までね乗っていられるでしょと、あなたはと。学校はそういうところで気が合う人合わない人関係なく同じ空間にいた人たちと普通にね喧嘩をしないでね過ごすことを学ぶ場所なんだっていうようなことをおっしゃってて、めちゃくちゃいいこと言うなって思ったんですよ。だからフラットメイトの人たちもすごい稀にねめちゃくちゃ気が合うメンバーかもしれないし、めちゃくちゃ気の合わない人たちに当たっちゃう可能性だってあるんですよ。でもそういうのってもう本当にただの運だし、私も32年間生きてきて一生の友達だなって本当に一人いるかいないかぐらいですよね。それも時期によって変わったりとかするし、フラットメイトの人たちとは別に特に仲良くしなくっても普通にね過ごせることでいいんじゃないかなと思うんですよ。で言語の壁でね嫌な顔されないかっていうことを気にされてるっていうことなんですけど、フラットメイトの人たちはイギリス人なのかな。だとしたらもうこれは使い倒すっていう言い方はちょっと言葉が乱暴ですけど締めたものだと思って、とにかく聞きまくっちゃっていいんじゃないかなって思います。それでもううるさいなみたいな顔をしたらこういう人なんだと思って話しかけないように、最低限ね話しかけないようにすればいいし、快く教えてくれるような人だったら、困った時にその人も、お互いね助け合うみたいな関係が築けるかもしれないし、特にピクピクねしない方がいいと思います。私の経験上やっぱりね堂々としてるっていうのはねすごく大事だと思いました。何度も動画で話してますけど、私が留学中に一番勇気をもらった言葉はとある YouTube で
言っていた Fake it until make it っていう言葉なんですね。やれるようになるまでできるふりをしろっていう言葉で、全く英語ができない私と同時期に入学した子がメキシコ人とどこだっけな、チュニジア、ペルー、ちょっと忘れちゃったな、と中国人と私の4人だったんですけど、クラス分けするときに私だけ一つ下のクラスになったんですね。で4人で話してても私だけ会話についていけなくて、もうベースの英語力もコミュニケーション力も私が圧倒的にできてないってむちゃくちゃ劣等感持ったんですよ。アメリカ人の中ならまだわかるけど、同じ留学生なのにできないって私一体どうしたらいいのって思ってむっちゃ落ち込みました。でその時にね、藁にもすがるような思いで Google 叩いて、どうしよう、やっていけるかなと思って叩いた時に出会ったのが Fake it until make it って言葉でした。これはすごいね、使えると思います。変にね、分かったふりをしなきゃでいいんですけど、なんか変に怖いなとか、私喋れないから絶対聞いてくれないでしょとか、なんかそういうマイナスな先入観を捨てた方がいいと思います。もしかしたらホテルの受付の人だって前日に彼氏と別れてすごい心が傷ついたりとか、浮気されてイライラしてたりとか、わかんない、そういう生理前だったとかね、そういう理由でただ余裕がなくてぶっきらぼうな態度を取ったのかもしれないし、もともとそういう性格の人なのかもしれないし、そうだとしたら受付にはちょっと向いてないかもしれないですけど、分かんないんですよ、相手のことって。だからこの人絶対私のこと嫌ってるだろうなとか、この人絶対私の英語力バカにしてるだろうなとか思うと、それが絶対態度に出ちゃうから、明らかに私あんたのこと嫌いとかうるさいとかこっち来んなとか言われたらオッケーオッケーって言って下がればいいんですけど、言われてなかったら過度に別に話しかける必要はないんですけど、関わらないとこうとか、なんか怖いなってブキブキすると逆に相手になんだこいつって思われやすいんで、なんか直接相手に言われたわけでもないのに相手に対してネガティブな先入観を持つのは一旦ストップするといいかもしれない。でだからそういう意味で堂々とね、対等の人間として英語ができなくても一人間じゃないですか、同じ人間じゃないですか。人間に優劣なんてないから。ただイギリス社会においては階級制度がまだ残ってると思うんで、そういう日本ではあんまり感じないような差っていうのは生活の節々で感じることは多いかもしれないです。私もこれは聞いた話なので体感したわけではないんですけど、アメリカにいた時でさえもアジア人とか一緒にいる友達もアジア系だったり、中東系とかだとなんかね、隅の方の席に案内されたりとか、注文取るのが遅かったりとか、これって差別じゃないって思わざるを得ないシーンっていうのは何度かありました。だからその日本人がゆえに、アジア人がゆえに、ちなみに日本人は世界に行くとチャイニーズと間違えられるので、そこはそういうものだと思ってた方がいいと思います。そういうね、立ち位置みたいなのも若いうちに肌で感じるっていうのはね、すごいいいことだと私は思います。だからそこに対して悲観的になる必要はなくって、そうなってしまうのは自分のせいじゃなくて、もう何万年とね繰り返されてきた歩まれてきた刻まれてきた歴史だったりとか、そのね風土とかその国だからこその、カルチャーとかね、いろんな要因があってのことだから、それを肌身感じるってこういうことなんだとかね、それをきっかけにちょっと歴史を勉強してみるとかも、ただを勉強するよりも Google で調べるよりも、実際に私はイギリスに住んでこういうことを体感した、その背景にはこういうことがあると思うっていうことがものすごく自分の糧になる
と私は思うんですよ。なんかそれはあなたしか語れない経験だし、そこで学んだことは一生の知識だし、それがあればどこのフィールドに行ってもきっとね応用ができると思うんですよね。そうだから一人で隔離生活を送ってると、私だったら耐えられないくらい不安になります。考える時間もあるしね、秋から始まるってことできっと今も授業が始まってると思うんですけど、最初の数ヶ月はちょっと大変だと思います。だけどそこで変に小さくならずにフェイキットアンテルメイキットやれるようになるまでできるふりをする、堂々とするっていうところを一つ私はお送りしたい言葉かなと思います。で、私の経験上ね、8ヶ月くらいからむちゃくちゃ聞き取りができるようになって、今でも感覚不思議なんですけど、なんかもうね、今まで聞いて頭の中で変換して出てきてたんですけど、もう日本語に聞こえるぐらいになってきた時期がありました。で、それは本当に嬉しかったですね。だから喋る言葉もすっごい滑らかに出るようになって、周りの友達にひろみついに来たねみたいな感じで祝福されたぐらい、自分でも感覚はね本当に最高でしたね。もっと長くいられたらよかったなって思うんですけど、残念ながら私は1年未満で帰ってきてしまったんですけど、だからそれくらいだと思うんですよ、大人になって耳が慣れてきたりするのって。だから今日は明日できなくっても、予定通りだぐらいに思ってて大丈夫だと思います。で、もう一つ、私がこれは留学を通してのアドバイスではないんですけど、個人的なというか、何事にも言えることなのかもしれないんですが、本当にちっちゃい目標を立てるっていうのは一つおすすめです。で、その目標は絶対にできそうな、達成できるようなハードルの低いものでもまだやれてないこと。だからそれを考えると、明日を迎えるでもいいと思うんですよ。今日寝て明日を迎えるもまだ自分がやれてないことですよね。でもきっと寝たら朝が来るからできそうみたいな、そういうレベルでいいんで、一つ作るっていうのはねおすすめです。これは最近私がやり始めたことなんですけど、私は結構大きな目標を立てがちなんですね。で、ちっちゃい目標っていうのはあんまり立ててこなかったんです。だけど大きい目標ばっかり見てると、やっぱり道が遠くって途中で挫折をしちゃったりとか、それまで歩む道のりを間違いやすかったりとかすることに気づいて、で、本当にちっちゃい目標を毎日毎月立てています。で、疲れた時はもう今日ご飯食べて寝るとかね、そんなレベルのことなんですけど、そういうちっちゃい目標を立ててクリアしていくっていうことは、自分のね小さな自信になっていきます。例えば今日私が留学中やってたようなことで言うと、質問を授業中するとか、発言をするとか、考えを聞かれた時にちゃんとこんな風に喋るとか、プレゼンテーションで覚えたことをパーって言うんじゃなくって、ちょっと間を取ってね、みんなの様子を見ながら言葉を変えてみるとかね、なんかそういうことでいいと思うんで、絶対やれそうなことっていうのを一つ日々の中に目標として入れていくと、自信になるし、自己肯定感が結構高くなりやすいかなと思うんです。で、留学中ってもうね、わけわかんないことばっかりで、文化も違えばいろんなトラブルって起きるんですよ。なんかキッチン壊れたとか、水が出ないとか、虫が出たとか、生活する上でのトラブルってたくさんあって、停電したとか、ロックダウンがあったとかわかんないけど、これからね先いろんなことがあると思うんですよね。だから結構落ち込む機会っていうのもたくさんあると思います。で、そういう時にやっぱり一番必要な力って、落ち込んでもいいんですけど、よしってまたね、
前を向く力だと思います。で、その前を向く力っていうことのベースはやっぱり自分を認めてあげるっていうことなのかなって思うので、自分はできないって思っちゃうと脳みそがそうやって勘違いしちゃうんで、人間の細胞ってね、遺伝子ってね、聞いたところによるとね、ずっと変わってるらしいんですよ。生まれたままじゃないんですって。これびっくりしたんですけど、生まれた時からずっと変わってるんですって。で、ポジティブな考え方してるとそういう遺伝子になっていくらしくって、医学的根拠とか聞かれるとちょっとわかんないで、あくまでも聞いた話っていうことにさせていただきたいんですけど、だからできるだけね、落ち込むのは当然、それはもう落ち込む時は落ち込めばいいと思います。だけど、よしってまた頑張ろうとか、いや私はやればできるんだっていう感じで奮い立たせるっていうことを、嘘でもいいから口に出してちょっと言ってみたりとかすると、勘違いすると思うんです、脳みそとか遺伝子が。で、そうするとだんだんそういう人になれると思うんで、やっぱり海外で生活することのね、一番大変なのはそういう逆境をね、乗り越えることだと思うんです。で、逆に言えば逆境を乗り越えたからこその力、生きる力っていうのがつけられる本当のチャンスなのかなって思うんですよね。だからめちゃくちゃ頑張りすぎても良くないから、休みね、落ち込んだり泣いたりしながらでいいと思うんで、私はできるっていうその前向きな言葉を自分自身にかけてあげてほしいなと思います。だけど、こういうご時世だし、ただでさえストレスがねたまると思うんで、いつね帰国してもいいっていうオプションも作ってていいと思います。それは全然逃げではないし、長い人生ね、失敗してもいいじゃないですか。で、留学においての成功って別に定義がないし、なんだったら人生においての成功も人それぞれじゃないですか。だから気負わずにねやっていただきたいなって私は思います。もう本当に無理だったら帰国すればいいんですよ。それで心残りだなって思ったらまたチャレンジすればいいじゃないですか。で、フラットメイトの人たちがあまりにもミーンでね、意地悪でね、もう無理って思ったら何かしらね、誰かに相談するなりして場所を変えるっていうのもできると思います。誰かに相談するっていうのもね、すごくおすすめ。絶対に助けてくれる人はいるから。学校の先生でもいいし、冷たい人もいます。意地悪な人もいるし、腹が立つ人もいるし、いろんな人がいるんだけど、それは日本と一緒で、日本だっていい人ばっかじゃないじゃないですか。それと同じです。だからきっとね、やってるうちにいい人に出会うから必ず。だからビクビクせずにね、堂々と言って過ごしていただきたいなと思います。で、お風呂とキッチンとシャワーかトイレが共同っていうことで、個人的にちょっと心配なのがコロナウイルスの感染リスクが高いかなと思うんですね。特にトイレとシャワー、キッチンもか全部かな。やっぱりタオルは必ず別にするとか、置きっぱなしにしないとか、便座をちゃんと拭くとか、考えられる感染予防対策っていうのはきちんとしていただきたいなって思う。何より安全と健康がどこに行っても一番なので、安全で健康で日々過ごせていったらそれで100点満点じゃないかなって思います。別に親友をイギリスで作らなくてもいいし、一生の思い出をイギリスで作らなくてもいいし、私も一生の思い出がアメリカであったかって言ったら別にそうじゃないし、もちろん美しい思い出はたくさんありますけど、でも別にそれを目標にしていたわけじゃないので、だから私はそんなに気負わずに過ごしていただきたいなっていうのがある
るし、本当に小さい目標をね、本当に小さい目標を立てて、ちょっとずつ自分の自信を自分でつけていっていただきたいなって思いますね。ただもう一番は安全と健康なので、それだけ気をつけて、フラットメイトの人と仲良くね、嫌な顔されたら怖いだろうけど、なんか別にね、なんだろうな、同じ空間だと嫌ですよね。私は共同生活の経験は就職してからありましたね。同期と一緒に研修があって2週間かな、たった2週間でしたけど、3ヶ月に1回くらい狭い部屋でね暮らさなきゃいけなくて、それもすごいストレスでした。だけどそこで学んだのは一同僚であって友達じゃないんですよね。そうだから仲良くする必要はないし、困ってたら助け合わなきゃいけないけどね。だからご飯の時は一人で食べたかったら一人で食べてましたし、自由時間に一人で外にね出たい時は出てましたし、なんかそういうフラットメイトの人たちとの世界しかないわけじゃないから、イギリスも一人で行けるところがあるでしょうから、ただ安全にはくれぐれも気をつけていただきたいですけど、そうなんかちょっとね、ろくにいいアドバイスができなくて本当申し訳ないんですけど、私はこの場からもうすっごくエールを送りたいと思います。本当にでもね、ここまでやってきてすっごい立派だと思います。私だったらできない。本当にすごい素晴らしい。もうそれだけであなたのその人間力っていうのは本当に素晴らしいので、自信を持った方がいいと思います。だからね、そう最近ね、私がね気づいたことなんですけど、これはナレーションの仕事を通してなんですけど、いかに脱力をするかっていうのがこんなにでかいのかっていうのを最近やっと知ったんですね。気づいた。それまで練習もきちんとする、鍛錬トレーニングしっかりする、原稿をしっかり読む、丁寧に紡ぐ、すっごいこうなってたんですよ。だけどある時本気で直した方がいいよみたいなことを師匠に言われた時に、そうだよなって、いつまでも同じこと言われるわけにはいかないしと思って、なんか治るだろうなっていう軸でやってたんですけど、今まで指摘されてたことがそうではなくて、もう私は力入ってるから抜けみたいな感じで自分に言い聞かせてやったところ、もう声の響き方が全然違うんですよね。脱力だったのかポイントはと思って、で育児も同じで、いかに肩の力を抜いてねやるかっていうことがなんか大事かっていうのを日々思い知らされて、今は私が踊りたくて、私がリラックスできて楽しいみたいな空間をね工夫して作ろうと思ってるんですけど、そっちの方が息子はよく寝てくれるし、よく笑ってくれるんですよね。だから一生懸命頑張るっていうことじゃなくて、ベース頑張ってるんだけど、こうもう本番はね脱力をするっていうことがこれだけの効果を発揮するのかって気づいた時に、これはなんか他にも応用ができるんじゃないかなって思ったんです。例えば恋愛にしても、一生懸命自分をよく見せようとして、すっごい綺麗にお化粧して毎回完璧にしてデートしたりね、相手の話って聞いてすっごい一生懸命喋ってやるとなんか疲れるじゃないですか、一緒にいてて。そうじゃなくて自然体でリラックスしている方が、それって相手にも伝わるから、結局脱力をする、自然体でいるっていうことが一番大事なんじゃないかなって最近思うんですね。でこれは私がおすすめ何回かしてるユミコアボディっていうボディメイクのトレーナーさんもね言ってました。とある生徒さんがお尻のトレーニングを1000回、何日に1000回か分かんないけ
生みたいなお尻になれないっていうね質問に対して、それはやりすぎですね、ポイントは脱力ですみたいなことを言ってた時にピーンってきたんですね。ボディメイクも一緒なんだと思って、だからね、その脱力してた方が自分らしさが出るし、脱力してた方がそれが相手にも伝わって柔らかい雰囲気になったりするし、なんだろうな、どうしてもね気が張っちゃったりとか気を張らなきゃいけない時もあるとは思うんですけど、基本的にはこのご相談者様の良さが出るようにリラックスしてできるだけ過ごしていただきたいなって思います。中にはね、せっかく留学に行ったんだからもっと頑張って夢を叶えてほしいなっていう方もいると思う。でそれはあなたがどちらの回答を好むかで選べばいいと思います。大切なのは今の自分の心がどっちに響くか、どっちの言葉が心地いいと思うかなので、何がいい悪いとかじゃないと思うんですよね。ただ心が響くかどうかの条件としては、よく寝れてよく食べれてるっていう健康な状態でないと第六感も鈍っちゃうんで、まずは健康と安全に気をつけて、それで毎日ね出席してたら、もうそれで私は100点満点だと思います。でもし本当にくじけそうな時とか悲しいこととか腹が立つこととか理不尽なこととかもいろんなことがあったら、またコメントないし DM ないしマシュマロに書き殴ってください。それを誰かに言うことで消化される思いもあるし、不安が少し和らぐこともあると思うので、一人で頑張らないでほしいなと思います。ちょっとこういうことしか言えなかったので、視聴者の皆さんからもぜひ温かいエールをこの方に送っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで今日はちょっと長くなっちゃったんですけど、イギリスに留学中、本番がもう始まったのかなの方のご相談に乗らせていただきました。送ってくださってありがとうございました。また次回の動画でぜひお会いしましょう。おやすみなさい。